石橋町が辞任表明しました。今後の総裁選についてどう思ってますか？次の総理総裁は高市さんが小泉さんと言われてますが、総裁選で前回自民党の党員票でいくと高市さんが多かったんですよね。一般的なイメージでいくと小泉進次郎さんはそんなに評価が高くない的なニュースを見たんですけど、うちの彼女が小泉進次郎さんのニュースを見て、こんなニュースあったよって言ってたんだけど、薄っぺらいとか、頭があまり良くない的な表現がメディアでされてたんですよね。僕もその印象は持ってるんですよ、小泉進次郎さんに。小泉進次郎公文と呼ばれる、ループしてるだけで面白いけど、何も言ってないよね、みたいなのを言っちゃう人なんで、ただ頭悪くはないと思うんですよ。とはいえ、そういう風な印象を持ってるよねってなると思うんですけど、そのイメージがあるよねというのを、メディアが小泉進次郎さんが薄っぺらいという書き方をして、それを読者がそう思ってしまうっていう印象の植え付けをしてしまうっていうのって、僕これある種の名誉毀損じゃないかと思うんですよね。薄っぺらいと思われるような発言をしました。それを載せるんならいいんだけど、総裁候補薄っぺらいよねっていうのをメディア流してしまって、具体的に小泉進次郎さんが何をしたかによって薄っぺらいと思われるんじゃなくて、新聞に薄っぺらいと書いてあったから薄っぺらい人なんだと印象を持ってしまったっていうのって、ただの侮辱じゃないですか。これはちょっと印象操作的なものだから良くないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。ただ、進次郎さんが薄っぺらいかというふうに問われたら、僕も薄っぺらいこと言ってんなと思う時もあります。その表現が間違ってるか間違ってないかで言うと、きっと間違っていないとは思います。でも、それを書いちゃダメなんじゃないかなっていうふうに僕は思うと。党員票が多いっていうのと、論功行賞的に、前回石橋首相が裏金議員とか統一教会系議員というのを排除したんですけど、裏金議員系とか統一教会議員っていうのは基本的に高市さんを応援しているので、そこら辺が高市さんで統一化されると割と強いんじゃないかなっていうので、僕の予想は結構外れるので、僕の予想が結構外れる場合って、僕のなってほしいよねという感情が混じる場合によく外すんですよ。なのでね、今回は当たるんじゃないかなと思うんですけど。はい。で、移民問題減税どうなると思いますか？移民問題でいくと、もともとアベノミクスの時代から技術実習生っていうのが始まってたんですよ。高市さんはアベノミクスは正しかったというのを言っているので、アベノミクスで始まったものというのはそのまま続けるので、国債は減らす必要ないよね。技術実習生増やすよねってなるので、移民は増え続けるし、で、減税もしないんじゃないですかね。で、国債をする方向に行くので、日銀がどう対応するかによって日銀が高市さんの国債すれやっていうのを断る可能性はあるんですけど、それに乗っかるんだとすると多分円安の方向に行く可能性はあるんですけど、ただトランプ大統領がもっとやらかしてるので、アメリカがもっとひどいから日本の方が安全だよねっていう形の円高になる可能性もあるっていう。円安円高っていうのは日本国内の状況だけで決まるわけではないので、なので為替に関してはどっちになるかというと、むしろアメリカのトランプ政権がどうなるかっていうのによるんじゃないかなと思うんですけど、右派議員が殺されたり不審な死を遂げたりって言うんですけど、確かドイツの右派の人が中国からお金もらってた、賄賂もらってたみたいなニュースがあったんですけど、ロシアとか中国とかもそうなんですけど、基本的にその先進国を分断させた方が有利になるんですよ。なので、左派が強い国だったら右派を支持するし、右派が強い国だったら左派を支持するしっていう形で、各国を分断させるというのは、その各国と敵対してる人には有利なんですよね。敵対してる国は。で、中国がドイツの賄賂的なものを食ってるみたいな話があるみたいなので言うと、それくらいやるだろうね。今のところどこの国も先進国が景気が悪いので、なので政治家は基本的にお金に流されやすくなってるんですよね。日本で捕まった秋元司さんだっけ？あの人も確かね、もらった金額で捕まった金額がね、100万だか200万なんですよ。国会議員って年収3000万あって、文書費と言われる税金を払わなくていいお金が毎月100万円ぐらいもらえるみたいなのがあったりするんですけど、っていうぐらい割と恵まれた環境であるにもかかわらず、たった100万円の賄賂をもらってしまう。その賄賂の100万円をもらってしまったら、年収3000万円の政治家という立場を失うわけじゃないですか。そんなリスク100万円で負う必要なくねっていう風に考えるのがお金のある人です。お金のない人は、その100万円すら欲しいからもっと大きなものを失うということが考えられなくなるんですよ。闇金で借金する人ってありえなくねって普通の人は思うんですけど、利子 10% とか 20% ってありえないじゃん。利子なんて普通に働いて稼げないわけだから、
そんなとこで借金しちゃダメだよねっていうのは、お金の余裕のある人の考え方で、お金に余裕のない人は、闇金だろうとなんだろうと、今金貸してくれるんだったら借りるっていうのをやっちゃうんですよ。リボ払いとかね。っていうので、日本の政治家ですら100万とか200万というのに飛びついてしまうので、お金のない政治家っていうのは基本的にそういうのに飛びついちゃうよね。想像する余裕がなくなっちゃうんですよ。来週支払いがあるから、どんな手段ででも100万円を手に入れなきゃいけないよね。で、その時のリスクというのをもう考えられなくなっちゃったんですよね。バレなきゃ大丈夫なんでしょ？前バレなかったし、みたいな。賄賂を配る側っていうのも、いろんな人に配ってるので、これまだバレたことないんですよ。だから、秋元さんにこれ渡したのバレません。受け取ってくださいって言って、他の何々さん何々さんも受け取ってるって言ってるから、これはきっとバレないだろうみたいな感じで受け取っちゃうんですよ。本当に秋元さん以外の人に配ってたかどうか闇の中でわかんないんですけど、秋元さんが受け取ったのがその100万円が最初かどうかもわかんないんだけど、本当は10回受け取ってて10回目がバレただけかもしれないけど、それはわかんないんでね。実態わかんないけど少なくとも100万円っていうので、自分の人生を棒に振るような判断をしてしまうってことです。貯蓄ゼロ世帯の割合を少なくするためにはどのような政策が必要だと思いますか？政府が発表している定義は2人以上の世帯が300万円以下、単身世帯200万円以下を貯蓄ゼロと扱うらしいのですが、この割合は年々増えているところです。貯蓄低下による治安悪化を心配しています。さっき自民党の政治家の秋元さんが100万円の賄賂をもらって政治家という立場をなくしてしまったって話をしましたけど、お金のない人は違法行為をしてでも飯を食おうとすることがあるんです。犯罪者を捕まえてみると、お金のない人の割合めっちゃ高いんですよ。刑務所に行く人の大卒率ってめっちゃ低いんですよ。お金のない人とか、学歴のない人というのは、犯罪者の中で割合が高い。なので、貯蓄ゼロ世帯が増えると、残念ながら犯罪をする人の割合は増える。だってさ、飯食えなかったらさ、目の前のコンビニで食べ物いっぱいあったらさ、それは取って食おうってなるでしょ。普通にインターネットつないで YouTube とか見て時間潰せるような人ってそれなりにお金のある人なんですよ。じゃあ、食うものがないです。水だけあります。3日目。3日目はね、結構ね、大丈夫なんだよな。2日目かな、きついの。2日目はね、めちゃくちゃ腹減るんですよ。僕、断食的なこととかをたまにやるんですけど、やっぱね、1日目はね、根性でいけて、でね、2日目がね、結構きついんですよ。で、3日目入ると、もうどうとでもなれ、と諦めムードにちょっと入るんですけど、水だけで飯食わないっていうので、人間1週間はいけるんですよ。めちゃめちゃ痩せるけどね。これはね、3日4日やっても、全然大丈夫って人だったら、お金がなくても多分生きていけると思うんですけど、やっぱり3日4日で、なんとか飯食いたいってなっちゃうんですよ、人は。そうすると、もう、やっぱ、店頭に並んでるものとか食べちゃったりとか、ゴミ箱漁って食べ物を探してしまったりって、やっぱしちゃうんですよね。ちなみにゴミ箱を漁って食べ物を取るも違法行為です。なので、ゴミ箱漁って食べ物を食べればいいじゃんっていう人いるんですけど、それも警察の人に見つかると捕まります。炊き出しとかを除いて、基本的にお腹が空いた場合は、違法行為をしないと食べれないんですよね。最近移民問題が話題になっていますが、移民を受け入れたら本当に治安悪化するんでしょうか？ SNS で迷惑な外人が悪目立ちしてるだけのような気がしています。地震速報を普及したことで昔より地震が増えたと錯覚する現象に出るんじゃないかな感じます。そうなんでしょうか？移民という枠を置いといて、先ほど学歴が低いと刑務所に行くって言ったじゃないですか。じゃあ、小学校卒業、中学通ってません。日本語が喋れません。日本の法律も知りません。日本の道徳教育受けてません。日本の文化を知りません。この状態で、はい、金稼いでくださいって言って出されて、1ヶ月以内に金稼げると思います？これ金稼げなかったら、飯食えないから犯罪やらないとご飯食べれなくなりますよ。移民って2種類に分けられるんですけど、高等教育を受けていてお金が稼げる移民のアメリカ人で日本の Google 支社で働いてますとか、日本のゲームが好きでスクエアエニックスで働いてますとかっていうアメリカ人とか。これはもう高等教育を受けてる移民で、この人たちは基本問題ないです。シンガポールとかもそうで、シンガポールだと大卒で確か6大学以上じゃダメか。確かね、慶応早稲田上智国立大学以外は基本ビザ降りないんですよね。っていうぐらいだったりするんですけど、学歴がない人で日本語も喋れない人が来た時にどうやって食うんですかっていう話なんですよ。技術実習生で来ているからその職場が食べさせるわけじゃんってなったとして、技術実習生に日本の会社はいじめをするんです。殴って足骨折したとかって実際の事件であるんですよ。で、そんな職場だったら逃げますよね。逃げた結果、もちろん日本に来るときにお金を払ってきてるから帰るわけにいかないし、そもそも帰るチケットも買えないんですよ。そしたらもうそこら辺の豚して食うしかないじゃないですか。
っていうので、群馬県の豚食ってたベトナムの人たちっていうのがいるんですけど、これも違法行為ですと。今度豚押しじゃなくて万引きをするとか、食べ物を取るとかっていうのをしなきゃいけないよねとか、大麻を育ててその大麻を売ってお金を稼ぐとかやらなきゃいけないよねってなってしまうんですよ。なので基本的には生活力のない人というのが増えてしまうと犯罪は増えますよね。で、日本に来る移民というのは技術実習生というのは学歴がある人ではなくて、基本的には中卒レベルの人たちが来るものなので、結果として生活力のない人というのが日本に増えてしまうので、それは犯罪率上がってしまうんじゃないですかって話です。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。